はい、今回は、16ビートの叩き方について紹介していきたいと思います。で16ビートは、16分音符を基調としたビートで、ドラムセットですと8ビートと同様に、主にハイハットで16分音符を刻みながら1、3拍目にキックで2、4拍目にスネアのバックビートを入れるというのを基本としてさまざまなバリエーションを演奏していきます。はい、で16ビートはテンポに合わせて、片手で16分を刻んだりとか、あとアップテンポの時はオルタネートで刻んでいくことになるんですけども、テンポが微妙で、どっちでもいけるかなっていう時は、片手と両手でニュアンスが違いますので出したいノリに合わせて使い分けていきます。はい、ではまず片手で刻む16ビートの基本パターンをやっていきたいと思います。右手で16分音符を刻みながら1と2と3と4とで1と2と3と4とのところにキックとスネアを入れていきます。で右手ですけども今回はずっと同じテンションでこのエッジを叩くようにしながら、まずは16ビートの動きを覚えていくといいと思います。で実践的には手首の動きを使ってこんな感じでやりやすさとかニュアンス付けのためにこういった動きを使っていくことになりますけれども、ひとまず右手で一定の16分音符を刻み続けるっていうことを意識しながら練習していくといいと思います。で他に意識するポイントとしましては手をクロスしていると、左手をあまり高く上げられませんので、
8ビートと同じように右手も一緒に少し上げてあげるといいと思います。ただこの振り上げの動きとか、あとキックを入れるタイミングの時に余計な力が入ってしまうと、このハットの2-2-2-2がばらけてしまいますので、この安定して刻めるように意識していきます。ではもう一つ、頭にクラッシュシンバルを入れるときに、よく使う手法で、8分裏の3打目から叩き始めるということなんですけども、これは2打目からすぐハットを叩くことももちろんできますけれども、アップテンポだと右手も大変ですし、シンバルの回でやったこっち側のシンバルを叩いた後に2拍目から復帰するというのと同じで、あえてシンバルを鳴らした後にちょっとだけ間を空けることで、逆にこうシンバルの音がしっかり伝わったりとか、全体がクリアに聞こえることもありますので、叩き分けられるようにしておくといいと思います。はい、では、オルタネートで刻む、16ビートの基本パターンをやっていきたいと思います。はい、この動きは、ハイハットをオルタネートで刻みながら、2拍目と4拍目に右手をスネアに移動させる。こういった動作なんですけれども、これの意識したいポイントとしましては、まずきれいに16分が刻めるかというところと、あと、右手が移動しますので、そのタイミングとか、全体の音量調節といったところでして、
で、16分の刻みに関しましては片手16と同じようにまずはエッジを使って、均一な16分の連打の動きを覚えていきます。でこのハンドテクニックに関してはまた別の機会に解説したいと思いますけれども一つポイントとしましてはストロークの高さを左右合わせるように意識していくと左右の動きが合わせやすくなると思います。はい、でタイミングですけれども8ビートとか片手16ビートですと、右手をずっと刻んでますので、割と左手のタイミングも、右手に合わせていく感じになって、取りやすいと思うんですけども。両手16の場合は、この高さの違うところへの移動があってでしかもハットとスネアでタッチが変わりますので毎回狙ったタイミング通りに打っていくっていうのがちょっと難しいかなと思います。ですのでそこの練習にもなるフレーズで、右手だけで8ビートを演奏する感じなんですけれども。こんな感じで右手だけでしっかり整った8ビートを叩けるようにしながら徐々に左手を加えていくという練習も有効的だと思います。で音量調節に関しましては両手16だと、モーションが大きくなりやすいというところで、上半身のボリュームが、上がりやすくて、例えば、8ビートから、両手16にした途端に音量が上がってしまうとか。こういったことが起きやすい奏法ですのでキックの音を、よく聞きながら、手の方が力任せになってしまわないように注意して、ボリュームコントロールできるようにしていきます。で、その時は特にハイハットは、音がよく飛びますので、ストロークを少し下げ目にしたりして音量を調節していくといいと思います。
はい、でちなみに拍の頭のクラッシュシンバルですけれども、片手の時と同じように、間を空けてもいいと思います。これ両手だと動きに余裕がありますので、開けなくても簡単に演奏はできるんですけども、これも実践で使い分けができるようにしておくといいと思います。はい、ということで、16ビートでしたけれども、片手16ビートはこの16ビートとして、実践で演奏する機会は少ないかもしれませんけれども、8ビートの、ハーフタイム、タイムがこう半分になったようなフィールですけれども、それと片手16の動きは、同じですので、こんな感じで片手16の動きも使っていく機会は多いと思いますので、2通りの16ビートを身につけていくといいと思います。はい、16ビートについてでした。